皆さんこんにちは。夫婦グルメ旅行チャンネルです。今回は築地コスパ最強のお寿司屋築地寿司おまかせのご紹介です。こちらのお寿司屋は熟成寿司がいただけるお店であり、他店では出会わないような特殊な調理法で旨味や風味を最大化させたお寿司をいただけるお店です。今回の動画では築地本店を訪れましたが、他の場所でもお店をされているためなのか、このお値段でこれだけのお寿司をいただけちゃうのという驚きのコスパのいいお店でもあります。というのもランチで1人6600円で握り14貫とつまみ8種類をいただけるんですよ。海外からの観光客の方にもデートや友人同士など幅広い層に刺さるカジュアルに回らないお寿司をいただける雰囲気のお店でもあるんですよ。この時は4月中旬に訪れたのですが、季節によってネタやメニューは変わるというので、訪れる時期によって内容は異なりますが、全体の流れや特徴などはお分かりいただけるかと思います。それでは早速お料理のご紹介です。まず1品目はしじみとムール貝のロワイヤル、洋風茶碗蒸しですね。上のお出汁を先に飲み、その後に下の茶碗蒸しをいただきます。お出汁は貝の苦みをほんのりと感じ、茶碗蒸しはかなり甘めでデザートみたい。ムール貝やこの甘めの茶碗蒸しが洋風ということなのでしょうか。いろいろと工夫されているというこのお店の特色がわかる一品でした。次は本マグロのユッケの巻物です。マグロの上にいぶりがっことごま、北海道産の山わさびがかけられています。あまり山わさびの風味は感じませんでしたが、マグロといぶりがっこの相性はいいですね。トロタクをイメージされた一品なのでしょうね。お次はマダイのお刺身です。千葉県産のマダイで6日熟成されているとのこと。右は梅肉、左は海苔が巻かれています。わさび強めで梅肉と海苔の風味は遠くに感じる程度でしたが、驚きなのは6日熟成とは思えないほどみずみずしいこと。これまでこのチャンネルでは様々なお寿司屋さんをご紹介してきましたが、こんなにみずみずしいネタは初めてかもしれません。どのような処理をすれば臭みがない状態でこれだけのみずみずしさが残せるのでしょうか。そしてお次は握りです。イサキ、こちらは炙っています。宮崎県直送で究極の血抜きと言われている津本式だそう。津本さんご本人が血抜きをされているんですって。こちらも12日間熟成されているとのこと。シャリは酢の感じがあまりなく、油をよく感じます。熟成されているとは思えないほど、こちらもみずみずしく、これまでの熟成寿司とは大きく違い、もはや新しいジャンルと言っていいのではないでしょうか。菜の花、しらす、たけのこのお椀です。お出汁はかなり濃いめです。上品で優しい感じではありませんが、分かりやすい美味しさがあります。菜の花の苦みが良いアクセントでした。お次は八丈赤むつ。鹿児島県で採れた赤むつで17日間熟成されているとのこと。結構歯ごたえがあり、皮目に近いところはコリッとしています。熟成していることでの食感なのかなと思いました。お次は桜エビのすり流し。これは誰もが美味しいと思うスープですね。ブラックペッパーが効いています。あまりにも香りと後味が残るので、次のお寿司を食べる前にはガリが必須です。お次は煮アワビ。まず身をいただきます。身を食べたら少しソースを残しておき、
シャリを入れてリゾットのようにしていただきますよ。肝ソースかと思いますが、肝から感じられる海藻の風味はそこまでありませんが、このお値段のコースで煮アワビが含まれているなんて驚きですね。アワビの肝リゾット、わさびを入れて軽く混ぜてからいただきます。お次はカスゴダイ。こちらは軽く酢締めした後、黄水おぼろで1日寝かせたものだそうです。カスゴを酢締めしているのをいただくのは初めてです。酢締めしているとだいぶ印象が変わりますね。酢締めにより酢の風味とおぼろによる甘みが加わり、こういう食べ方もあるのかと新発見です。お次はホッキ貝。低温減圧調理されたホッキ貝だそう。こちらとっても美味しかった。うまみをぎゅっと閉じ込めた調理方法は、煮物を1日寝かせて味が染みた状態にしてしまうような調理法とのこと。そりゃ美味しいわけですね。えぐみは一切なく、ホッキ貝のいい香りとうまみが閉じ込められているので、噛むほどにそれらがあふれてきて絶品でした。こうした調理方法からもこのお店の美味しさを引き出す創意工夫が感じられますよね。お次は本マグロの中トロ。宮城県の塩釜で採れたものだそう。こちらは香り重視で熟成なしとのことです。確かにマグロらしい血の風味があり、力強い香りがあります。また脂が強く分かりやすい美味しさ。お次は煮浜。創業以来の継ぎ足しのハマグリの煮汁で煮て、ハマグリのうまみを凝縮させて、ほんの少しのお醤油でいただきます。こちらもみずみずしく上品。ハマグリのお味はぎゅっと濃いです。普段は爪でいただくけど、こういう食べ方もあるんですね。美味しい。小玉スイカの奈良漬けとあん肝の握り。こちら一言で言うと、うまみの大爆発。うまみの塊すぎて美味。奈良漬けとあん肝の相性はいいけど、握りにしても当たり前に合うよねといった感じです。お次はタイの白子のなめろうお茶漬け。タイの白子は臭みがないので食べやすいし、それをなめろうにしているなんて珍しい。タイの白子は濃厚というより、むしろ爽やかさを感じるような上品なクリーミーさがあるので、サラサラと食べられてしまうお茶漬けと相性がいいのかもしれませんね。創意工夫をされた面白い一品です。お次は北海道根室のバフウニの手巻き。海苔、ウニ、海苔の順番で風味を感じます。白子のお茶漬けの後なので、口の中を締めるためにももう少しウニはキンキンに冷えていても美味しいかもと思いつつも、やっぱりこのお値段のコースにウニも入れてしまうのかという驚きを感じました。お次はサバのスモーク。出されて3分ほど経ってから食べるよう説明されます。このコースの流れは絶妙ですよね。ウニの前にスモークが来たら、きっとウニの風味はほとんど感じられないですもんね。さて蓋を開けるとスモークのいい香りが。これはウイスキーとかが合いそうな握り。お次はカブの漬物。
口の中のスモークの風味を一度リセットしてくれて、次に備えられるとてもいい流れです。お次は穴子。九州対馬の穴子だそう。爪でいただきます。爪というのはタレのこと。煮詰めてタレにするから爪と言われることが多いです。脂が乗っていて分かりやすい美味しさでした。お次は卵の握り。シャリが入っているのが珍しいですね。焼きではなく蒸した卵だそう。スフレパンケーキみたいでした。お次はかんぴょう。栃木県壬生のかんぴょうです。そして赤だし。赤だしに和がらしを溶きながらいただきます。おでんみたいなイメージだそう。確かにおでんを食べるときにからしをつけて食べていくうちにだしにもからしが溶けていきますよね。そのからしの風味のおでんだしって美味しいですもんね。ってことでこちらも美味しい赤だしです。最後はデザートで、デザートはほうじ茶のブラマンジェ。お寿司屋さんでデザートってあまり経験がありませんが、あったとしても果物とかですよね。珍しいしデザートとしてもかなりレベルが高いです。こちらのお寿司屋さんは他のお寿司屋さんではあまりいただけないようなみずみずしい熟成寿司をいただけたり、低温減圧調理法といった特殊な調理法をされたお寿司をいただけたりと、旨味や風味を最大化させようとする創意工夫のあるお店だと思いました。これからいろいろとお寿司を食べて回ろうかなと思っている方にとっては分かりやすい美味しさを感じられるお店ですし、これまでさまざまなところで寿司を食べてきた方にとっても新たな調理方法や熟成方法を楽しめるお店かと思います。もちろん海外の方にとってもカウンターで美味しい寿司を食べる体験ができるだけでなく、生魚特有の臭みやえぐみは全くないので美味しくいただけるかと思います。こんな感じで築地寿司おまかせのご紹介でした。今後もさまざまなグルメや旅行をご紹介していきますので、ぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。